どもども、あかねちゃんやで。今日は、なぜ、着陸の時に跳ねるのか、という話をするで。正確には、飛行機の特性によって、結果的に跳ねる飛行機と、結果的に前方にひっくり返る飛行機の2種類が存在するんやけど、今回は跳ねるに絞るで。跳ねる理由は簡単やで。1、地面に頭から突っ込んでいるから。2、地面に叩きつけているから。3、その両方。やで。さて、ひどい方がわかりやすいからな。最近、モーション RC で流れた動画を見てみよか。ちなみにこれは、3やで。飛行機を頭から地面に叩きつけた時の典型的な挙動やな。ちなみに、跳ねるのは過失やけど、跳ねてるのにゴーアラウンドしないのは、故意認定されるで。ほな。1、地面に頭から突っ込んでいるの例を見てみよか。これ操縦者がうまいから、綺麗に処理してるけどな。うちは見逃さないで。飛行機全体ではなく、飛行機の前方が跳ねたやろ。これが、地面に頭から突っ込んだ時の典型的な軌道やで。この件の最大の問題は、着陸は頭から突っ込めばいい、と思っている人が多いことやな。つまり、意外なことに、失敗しているわけではなく、意図してやってることが多いみたいやで。決め台詞は、ノーズニアが弱い、や。さて、1の話題はここまでや。ここから本題の、飛行機を地面に叩きつけている、の説明を始めるで。これは、この前うちが大失敗した時の映像やで。もう一回再生してみよか。頭から突っ込んでないのに跳ねたやろ。これが地面に叩きつけているやで。わかりにくいな。詳しく説明するために巻き戻すで。これが設置した瞬間やで。左足が地面についてるな。ここから6分の1秒前を見てみるで。これが6分の1秒前。まあ、着地 0.2 秒前ってとこやな。で、多分、地面がこの辺りやな。そんで、タイヤがここや。つまり、0.2 秒でこれだけ落下したってことやで。もっと詳しく見てみよか。これがタイヤやな。これを地面まで並べると。まあ、4つ分やな。これは、完全に沈下率が高すぎやで。つまり、地面に叩きつけている状態やで。理想は、0.2 秒でタイヤ1つ分の沈下。最大で、0.2 秒でタイヤ2つ分の沈下。やで。ほな、うまくいってる時の映像も見てみよか。跳ねてないやろ。ほな、詳しく見てみよか。これが着地した瞬間やな。この6分の1秒前やで。地面がここやな。タイヤがここやで。これがタイヤの大きさや。地面までタイヤ2つ分やな。つまり、ギリギリ OK な沈下速度やで。さて、最初の動画より、今回の動画の方が、早く見えた人おるやろ。そこが、この問題の闇やで。つまりな、注目している箇所が誤ってるんや。着陸に重要なのは沈下率。つまりシンクレートや。なのになぜかみんな、対地速度。つまり、グランドスピードの話をしている。疑いがあるで。エアスピードの話ならわかるんよ。まあ、肉眼でエアスピードわかる人類なんて、存在しないけどな。さて、もっとうまく着陸できている映像も見てみよか。いい感じやな。これが着地の瞬間。これが6分の1秒前やで。ここが地面。ここがタイヤ。かなり理想に近いな。一応、微輪式の機体も見てみよか。ラジコンにおける微輪式の欠点は、本気でエアスピードを下げると、微輪から設置するから、メインズファーストに失敗することやで。逆にメリットは、頭から突っ込んでも、メインズファーストになることやで。実機と違って前が見えないとか、
ないからな。で、これが着地の瞬間。これが6分の1秒前。ここが地面やで。ほんで、ここがタイヤ。理想的やな。ちなみに、前輪式より尾輪式の方が、シンクレートは下げるべきやで。メインギアの受け持つ負荷の割合が大きいからな。ほな、今日はこれだけやで。高評価をよろしくな。チャンネル登録もするんやで。ほな、またな。